どうもぷくともです。今日はアイコンも変わって最近進化が止まらないフレスコを使ってお絵描きをしていきます。新しい機能がどんどん登場しているフレスコなんですけど、そんなフレスコの機能の中から本日は3つに絞ってお絵描きに活用していきます。前半では活用する機能の紹介、そして後半ではイラストメイキングをやっていきますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。それでは早速、新しくなった Adobe フレスコを立ち上げます。今回使う主な機能は3つです。まず、適当なペンを選んで、線を引いてみてください。ふにゃーんと適当に書いても、ペンを止めるとこんな感じでピタッとまっすぐなラインが引けるようになりました。こちらの機能は設定によって使うことができます。右上の設定ボタンを押して、一番下のアプリケーション設定を開きます。メニューから入力を選んで、タッチのところを開きます。そうするとスナップラインという項目があるので、その項目をオンにしてください。そうすると線の端の方を長押しすると直線が引けるようになります。こんな感じで適当に線を引いても止めるとピタッとまっすぐな線を描くことができます。で、こちらの線なんですけど、ピタッと止めてからこんな感じで角度を変えることもできます。角度も長さも自由自在ですので、自分の好きなようにまっすぐな線を描くことができます。続いて利用する2つ目の機能が塗りつぶし機能です。バケツボタンを押して、また適当な色を選んでください。で、このままの状態で色をポンと塗っていくと、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、こんな感じで白い塗り残しみたいなのができちゃうんですね。で、これをなんとかするためには、この塗りつぶし設定、一番下のボタンですね、をタップして、カラーマージンの数字を高くしてあげてください。そうすると、ポンと塗った時に、こんな感じで塗り残しが出ないように綺麗に色を塗ることができます。最後に利用する3つ目の機能がクリッピングマスクです。レイヤーを1つ追加してください。そして右の方にある上から3つ目のボタンを押します。そうするとこれマスクがかかった状態になるので、この状態で適当に線を引いていくと、こんな感じで図形内に収まるように描いていくことができます。で、例えばこれソフトブラシなどで試してみると、ちょっと明るめの色を選んで、こんな感じで塗っていくと、ちょっと光が当たった部分っぽくなったり、逆に暗めの色を選んで塗っていくと、影っぽくなったりと。こんな感じで活用することができますので、この3つの機能を利用して、今日はお絵描きをしていきます。今回は下書きをしてある状態から始めます。使うペンはインクの中にあるコミックペンです。筆圧をいい感じに表現できるので結構愛用してます。で、書いていく前に下書きは不透明度を下げて、その上からなぞるように本番書きをしていきます。先ほど筆圧を表現できる話をしたんですけど、紙を描くときは優しいタッチで描くことによって細い線になったりとか、あとは逆にちょっと太く表現したい部分は筆圧を強くすることで差をつけることもできるので、そんな点の変化も楽しみながら描いてみるといいと思います。女の子の部分が描けました。そしたらいよいよ先ほどお話ししたまっすぐ線を引く機能、ここで活用します。今回の絵は窓際に座っ
って花火を見ている女の子のイラストなので、窓の枠を描く必要があるんですけど、そういった建物とかまっすぐなものについてはこの機能めちゃめちゃ使えますので、ぜひふんだんに活用してみてください。はい、建物の部分も描けました。そしたら続いてレイヤーを追加しまして、花火を描いていきます。花火はだいたいこの位置に描こうかなというイメージのためにざっくり一旦描いてます。で、さらにレイヤーを追加しまして、ここからは色を塗る作業に入ります。今回パーツごとに細かく分けて色を塗っていってます。同じ色やパーツごとにレイヤーを分けることによって、後からクリッピングマスクの機能を使うときにとっても使いやすくなるので、今回はこのようなやり方をとってます。そんなわけでまたレイヤーを追加しまして、今度は柱の部分を塗っていきます。暗いお部屋で外の花火を見ているイメージなので、女の子がいる側は暗くて窓側は明るいというようなイメージで描いていってます。では窓枠の中でも明るめの部分の色を今度は塗っていきます。こんな感じで色を塗るときにもまっすぐ線を引く機能とっても使えるので、活用しながら塗っていくととっても便利です。ではさらにレイヤーを追加します。今度はこの絵の中でもかなり下の方にある壁の色を塗っていきます。ではいよいよ女の子を塗っていきます。まずは肌から塗っていきます。左下にある丸いボタン、ショートカットになっているので、これで必要に応じて消しゴムを呼び出しながら塗っていくと効率がいいです。今回は肌が見えている部分を一つのレイヤーにまとめるようにしてます。そうすることによって後から肌に対して影を作るときなど便利です。続いて T シャツ用のレイヤーを追加して T シャツを塗っていきます。真っ白な T シャツを着ているイメージなんですけど、暗い部屋なのでちょっとグレーがかっているような色にしています。で、絵全体のイメージにちゃんと馴染むように今度はパンツの色も塗っていきます。デニムの短いズボンを履いているイメージですかね。続いてさらにレイヤーを追加して今度は髪の部分を塗っていきます。結構今のこの背景の色が髪色としても綺麗だなと思ったので、この背景の色をベースに今色を決めようとしてます。で、ちょっと塗りづらかったんで一旦背景を非表示にした状態で髪色を塗っていきます。で、ここからは花火を描いていってるんですが、実は今回花火かなり何回も描き直すことになってしまったので、ちょっと一旦飛ばします。後ほど改めて描き方についてはご紹介します。続いて窓枠を塗ったレイヤーに対して、その上にレイヤーを追加してクリッピングマスクで今度は花火の反射を塗っていっています。ライブブラシの中の水彩ウォッシュソフトというペンを使うことによって
リアルなにじみ感というのを表現することができてます。肌を塗ったレイヤーの上にも新しくレイヤーを追加してクリッピングマスクをかけた状態で水彩のブラシで色を塗っていきます。続いて髪の上にも新しくレイヤーを追加して同じくクリッピングマスクをした状態でまた花火の反射を描いていきます。本当に水彩絵の具で塗っている時のようなにじみ感があるので、髪の毛の部分見るとわかるんですけど、色と色が重なった部分ちょっと混ざってにじむ感じになるんですけど、逆にそれもまた味かなと思って今回はあえてそういったにじみ感も活かしつつ描いています。そしてクリッピングマスクで足していくのは花火の反射だけではありません。こんな感じで影についてもクリッピングマスクとっても使えます。ちゃんと枠内に収まるように塗ることができるので、あまり考えずに塗っていってもいい感じに仕上がります。あとは同じ要領で服に対してや肌に対してなど必要な部分に影を描いていきます。すみません、描いている途中でカメラの充電が切れてしまっていました。ここからは花火の塗り方を右下の花火を使って説明していきます。使うペンは特殊効果の中にあるノイズ調整というペンです。細かい粒々のようなペンになっています。そして線を描いたレイヤーの上に新しくレイヤーを追加してクリッピングマスクをした状態で色を塗っていきます。そうすると花火の細かい線の中にさらに細かい粒々の色が表現することができるので、よりリアルな花火感というのを表現できるかと思います。で、外側が濃い色、内側が薄い色といった感じにするとグラデーションになって綺麗です。さらにペンの大きさをちょっと大きくしまして花火の周りに点々々と打っていきます。2種類ぐらいの色を混ぜてあげると、より花火のパーッと弾けてる感じが表現できるかと思います。最後に花火の後ろの方をソフトブラシで白く塗ってあげれば光が表現できて完成です。いかがでしたか？アナログ的な描き心地が楽しめるフレスコなんですけど、最近は私は水彩画にもハマり始めているので、フレスコをどんどん活用して水彩画のような優しいタッチの絵にもチャレンジしていきたいと思ってます。今後もこんな風にイラストメイキングも見てみたいと思ってもらえましたら、グッドボタンを、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。以上、ぷくともでした。バイバイ。